どうも峰本です。このチャンネルでは太陽電池の科学、経済、そして未来についてお話しします。今回からシーズン 7CIS 太陽電池の現状と未来が始まります。このシーズンでは産業技術総合研究所 AIST の石塚翔吾さんにお越しいただいて CIS 太陽電池について解説していただきます。石塚先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。石塚先生のプロフィールは動画タイトル下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よろければ見てください。シーズン 7CIS 太陽電池の現状と未来はこの3話構成でお話しします。第1話が CIS 太陽電池の今、第2話が CIS 太陽電池の作成法、第3話が CIS 太陽電池の魅力と展開で、この全3話を見ていただくと CIS 太陽電池の凄さと今後の展開が分かります。第1話のポイントはこちらの4つになりますけれども、まず1つ目の CIS 太陽電池とは、そして2番目に結晶シリコンとの違い、そして3番目に資源製薬は大丈夫なのかというところを説明させていただきまして、4番目の CIS の利点などはこれ第3話の方で詳しく紹介させていただこうと思っております。はい、それではまず一番初めの CIS 太陽電池とはというところについて紹介させていただきます。CIS というのはそもそも何かということなんですけれども、これは銅、インジウム、それからセレン、これを主原料として、それにですね、実際にはガリウム、それから硫黄、これはサルファで S ですけども、こういった元素を含んだ化合物薄膜を光吸収層として用いた太陽電池ということになります。この写真の絵はこれは何なんでしょうか。これはまさにその CIS 太陽電池のパネル、もう製品の状態ですね。これは出展はソーラーフロンティア、これは日本の国内の企業から販売されております。なるほど。はい、この銅、インジウム、セレンの頭文字 CIS を取って、実際にはガリウムや硫黄を含んでいるんですが、CIS 系太陽電池と呼んでおります。で、世界最初の CIS 太陽電池は1974年にアメリカのベル研究所によって発表されました。結晶シリコン系の太陽電池が1954年の発表ですので、それよりも20年若い、新しい太陽電池ということになります。CIS はですね、このカルコゲナイド系材料に分類されまして、このカルコゲナイドというのは周期率表の左からですね、16番目の列にある酸素ですとかセレン、硫黄といった元素との化合物材料の総称になります。このカルコパイライト構造というのはペロブスカイト太陽電池などという名称と同じく、その結晶構造を示すものでございまして、これはカルコパイライトの結晶構造ということになります。もともとの語源は黄銅鉱。黄銅鉱ですね。黄色の銅の鉱物とかですね。はい、そうです。ちなみにこのカルコというのはどちらも銅元素ですね、を語源としたものです。銅が入ったパイライトでカルコパイライトっていうそういう語源なんですね。そういうことになります。なるほど。で、そのパイライトっていうのが火打ち石ですかね。そうですね。昔から人類の生活に馴染みのある材料であります。なるほど。はい。こちらはCIS 太陽電池の原料となる銅、インジウム、ガリウム、セレンの原料の写真になります。出力 3kW、今ですと1世帯の電力よりもやや少ないぐらいなんですけれども、その電力を生み出す太陽電池を作成するのに必要な量、全部の原料を合わせてもだいたい 200g 程度であります。で、同じ量の電力を賄おうということで結晶シリコン太陽電池を使いますと、結晶シリコンは 15kg ほど必要になりますので、それよりもだいぶ少量の原料しか太陽電池を作る際には使わないということがわかるかと思います。なるほど。はい、わかりました。太陽電池にとって重要な指標として光電変換効率、これは光のエネルギーをどれだけ電気のエネルギーに変換できるかという指標があります。こちらに示されるのは有名なNL チャートと呼ばれるものでして、小面積セル、これは実験用の1平方センチ角程度のセル、それから製品に近いような大きさの、モジュールという太陽電池、パネルですね、のそれぞれの変換効率の推移を示したものです。
CIS 太陽電池では正面積セルではすでに 23.4%、モジュールという呼ばれる形態では 19.6% と、どちらも20% 程度の変換効率が達成されているということが分かります。なるほど。これ NREL っていうのは、アメリカの国立研究所のことですよね。そうです。米国国立再生可能エネルギー研究所で、NREL と呼ばれております。なるほど。次にこの CIS 太陽電池というのが、従来型の太陽電池であります結晶シリコン系の太陽電池と、どういった点が違うのかということについて紹介したいと思います。まず何といっても CIS 太陽電池は薄膜型太陽電池に分類されるものでして、とにかく光吸収層が薄いというのが第一の特徴として挙げられます。はい、こちらに示される図、左側は従来の結晶シリコン系、右側はCIS 系の模式図ですけれども、従来の結晶シリコン系ですとその光吸収層の厚さはおよそ200から300ミクロン、それに対して CIS 系ですと23ミクロンということで、非常に薄いということが分かります。使用原料が相当少ない太陽電池ということなんですね。はい、この後でも出てきますが、薄いということで、使われる原料の、絶対量が少なくて済むということになります。はい、で次に第2の特徴といたしまして、影に強いというのがあります。結晶シリコンではこの一枚一枚のウエハー、これがバスバー電極などによって接続された構造になっておりますが、 CIS 太陽電池では1枚のガラス基板状にですね細長い太陽電池が集積された構造になっています。なるほど、集積されてるんですね。はい、左側の結晶シリコン系太陽電池では、このように葉っぱのようなもので覆われて影ができてしまうと電気の通り道が塞がれますので太陽電池として機能しなくなります。右側の CIS 系はですね一部分が影になってもですね、全体としては電気の流れはありますので、太陽電池として動作するということが分かります。はい、それからもう一つの特徴として、CIS 系太陽電池ではこの黒いという衣装性に優れるという特徴があります。こういった、見かけがいいということで、見ての通り真っ黒なんですね。これによって見た目見栄えを気にするような、建材ですとか、それから車などへの搭載、そういったものも違和感なく搭載できると、そういった期待がされます。なるほど。この左の写真というのが、ソーラーフロンティア社の CIS 太陽電池のモジュールの写真で、この右のものが三層圏、石塚さんの作られたちょっと曲がるような、しかも黒い CIS 太陽電池ということですね。はい、右側はまだ試作段階ではございますが、軽量フレキシブル型の CIS 太陽電池ということで、左側はガラスを基板にしたもの、それに対して右側はフレキシブル、軽量フレキシブルな基板を使った CIS 太陽電池ですので、軽くて、それから曲げることもできますので曲面への設置などもスムーズに行えると、そういった特徴があります。なんかこのアワードみたいなの取られてるんですか？そうですね、どちらもこれグッドデザイン賞を過去に受賞したものですので、こういったことからも CIS 太陽電池の衣装性についての優位性といったものが伝わってくるのではないかと思います。はい、シックな太陽電池と、そういうことですね。なるほど。はい、3番目に資源製薬は大丈夫なのかという疑問にお答えしたいと思います。はい、従来の結晶シリコンはですね、当然シリコンが原料です。地殻存在度といたしましては、酸素が最も多くて46% ぐらい、シリコンが 28% で、ちなみに3番目はアルミニウムで 8%、その後鉄と続くんですけれども、シリコンは確かに資源製薬は大丈夫そうだというのがこういったことからも分かるかと思います。それでは CIS 太陽電池で使われているそれぞれの核元素についてはどうなのかということについて見ていきたいと思います。こちらは世界の太陽光発電累積導入量パイチャートになります。2018年時点におきまして世界の太陽光発電導入量は実に500ギガワット、現在ですとすでに600ギガワットを超えるぐらいまでさらに増加していると思いますが、このくらいの量導入されております。日本は3番目で全世界のおよそ1割 11% 導入されています。はい、日本国内の太陽光発電累積導入量を見てみますと、
先ほどの世界のだいたい1割 10%11% ぐらいですので、50ギガワット 0.05 テラワットということになります。最近の1年間あたりはだいたいこの5ギガワットぐらい年間で入っているというようなことがこのグラフから読み取れるかと思います。はい、こちらは先ほどの写真と同じなんですけれども、 CIS 太陽電池を作る際に必要な原料の重さの量というのはそれぞれの元素に対してだいたいこのくらいの量になります。はい、この中で特に指摘されるといいますか、懸念されるのはレアメタルのインジウムということになります。はい、世界のインジウムの生産量は700トンで、これはインジウムという金属原料はインジウムを採掘生産しようと思って鉱山を採掘しているわけではなくて、コモンメタルの一つである亜鉛、ジンクですね、こちらを生産する際に副産物として生産されるものになります。で、新しく新地金として世界で生産されるインジウムの量が年間だいたい700トンぐらい。これは年ごとの変動が実はあったりするんですけど、だいたい700トンぐらい。そのうち国内のインジウムの生産量は新地金で70トン。70トン。はい。結構日本も作ってますね。そうですね。なるほど。はい。そのさらに再生地金としてこれリサイクルで出てくるインジウム原料というのは500トンになります。はい、そして輸入する分が200トンということで、だいたい国内の供給量は年間約800トン程度になります。で、国内の消費量の方は700トン程度なんですが、現時点ではほとんどがフラットパネルディスプレイに使われますその透明導電膜 ITO と言われるものがあるんですけども、その透明導電膜用の原料として消費されております。一方 CIS 太陽電池の1ギガワット製造に必要な量というのはだいたい12トン程度ですので、現状ではもちろんさらに CIS 太陽電池の生産量が増えてもですね、当面は大丈夫であろうということがこういった数値から読み取れるかと思います。なるほど。思ったより少ないですね。12トン、1ギガ作るのに12トンしか使わないと。国内消費量が700トンであれば約 2% しか使わないってことになりますね。はい、その程度の量のインジウムの消費量で済むということになります。はい、はい、インジウム以外の元素についても見てみますと、ガリウムに関しましてはこれは存在度が円の大きさで示されておりますが、インジウムの上にあるガリウムは、インジウムよりも大きいということが分かります。ガリウムは同様にですね、ガリウムを取るために採掘しているというわけではなくて、アルミニウムを精錬するときに出る副産物、もしくはインジウムと同様に亜鉛を精錬するときの副産物として産出されます。はい、それから銅に関しましてはこちらはコモンメタルですので、他の元素と比較して、現在のところ資源製薬に関してはそれほど大きな問題にはなっていないと言えます。はい、セレンは実はあまり知られてないんですが、日本が世界一の生産国として、多くは輸出されているというのが現状です。で、セレンはどのようにして産出するかというと、実は銅地金生産において、副産物として、出てくるものになります。なるほど。はい、こういったことからいわゆる原料のサプライチェーンの問題など今大変懸念されている問題として上がっておりますが、CIS 太陽電池で使われる原料に関しては今のところは結構大丈夫であるということが言えるかと思います。なるほど。はい、CIS 太陽電池は日本の国内企業が生産販売をリードしております。出光ソーラーフロンティア社なんですけれども、昨年ネドの事業でリサイクルに関する国プロに採択されたというのをプレスリリースされておりますけれども、これ昨年の発表ですけれども、この発表以前からすでにこの企業ではですね、リサイクルリユースに取り組んでおりますので、こういった時代に即したですね対応といったものは CIS 太陽電池のメーカーもすでに取り組んでいると。もうリサイクルリユースは基本的な考え方としてあるということが分かります。なるほど。はい、第1話のポイントの最後といたしまして CIS 太陽電池の利点について簡単に触れておきたいと思います。 CIS 太陽電池の利点といたしまして、これまで紹介してきましたように黒い、軽い、それからフレキシブル
いう特徴があります。でこの写真はちょうどその2010年にグッドデザイン賞を取った時のものでございますけれども、 CIS 対応電池のミニモジュールという形状で黒くて軽く、そして曲がるフレキシブルという特徴を示した写真になります。詳細についてはまた第3話で紹介したいと思います。はい、第1話をまとめます。 CIS 対応電池とは厚さ数ミクロン、大体 2,3 ミクロンの化合物薄膜材料を光吸収層に用いた太陽電池です。従来の結晶シリコンとの違いでは、1枚のガラス基板に複数の太陽電池を集積した構造になっておりますので、影に強い、そして資源制約は、当面は大丈夫と言えると。また CIS 太陽電池の利点として黒い、軽い、フレキシブルが挙げられるということが言えるかと思います。なるほど。以上がシーズン7の第1話 CIS 太陽電池の今でした。今回は第2話で CIS 太陽電池の作成法について解説していただきます。はい、第2話のポイントですけれども、まず CIS 太陽電池の歴史を振り返ってみたいと思います。そして、実際にその CIS 太陽電池の光吸収層の作り方、そしてモジュールの構造としてあります集積構造の作り方について、解説させていただきたいと思います。第2話のポイントの1番目といたしまして CIS 太陽電池の歴史について振り返ってみたいと思います。第1話でも触れましたが、世界最初の CIS 太陽電池はアメリカのベル研究所が1974年に発表しております。最初の変換効率の報告は 5% でした。ですがそのもう翌年1年後にはですね、同じくベル研究所から 10% を上回る変換効率 12% が報告されております。第1話でも触れましたが CIS 太陽電池の特徴の一つとして薄膜型太陽電池であるがゆえに、フレキシブル軽量だということを言いましたが、実は世界最初の CIS 太陽電池というのは薄膜ではなくて単結晶材料で厚みもあってですね、薄膜型の材料太陽電池ではなかったんですね。なるほど。この 5% も 12% も両方とも、上刃というか、ブロック状なんで色分を見ると、結構厚みがある CIS 単結晶から作られた太陽電池、これが世界最初になります。それでいて 12% ってのはすごいですね。ブロック状で 12% って言ったらそうですね。当時太陽電池の測定の仕方もですね、論文を見るとアリゾナの太陽光ですよね。本物の太陽光をソラーシメーターではなくてですね、屋外に出して、測定しているというようなかなり原始的な論文ですけども、最初本当に研究の始めというのはそういうところから始まっていくんだなというのを勉強させられる論文ですね。なるほど。自然太陽光の下で測るというそうですね。はい、なるほど。はい。当時はですね、結晶シリコン、それからもう今はちょっとないんですが硫化銅という材料による太陽電池がすでにあったんですけども、それに代わる太陽電池として CIS 太陽電池は期待されて登場したという経緯がございます。なるほど。はい。単結晶 CIS からですね、1980年代に入りますと CIS 太陽電池も薄膜時代に突入します。はい。そして最初はですね、蒸着法という製膜方法で CIS 光吸収層が作成されたんですけども、当時出てきたバイレイヤー法、別名ボーイング法と呼ばれますが、蒸着法を基盤とした製膜方法が発表されました。これは薄膜 CIS 太陽電池です。このお二方の写真はその時のこの製法を発表した論文の著者の方になりまして、右側のデバイス構造は、最初の薄膜太陽電池 CIS 系薄膜太陽電池のデバイス構造になります。バイレイヤー法なんですけれども、これはCIS の蒸着製膜する際にですね、製膜開始時、それから製膜終了に近い時点で、バイレイヤーですね、2段階にプロセスを分けて、最初は銅とインジウムの比がですね、銅が多いんですけれども、それが後半になってきますと銅量を少なくしてインジウム量を多くすると、このように元素の供給量をですね、その製膜のプロセス途中で変えてですね、2段階にして蒸着製膜するという手法が発表されました。なるほど。で当時で 5.7%、そうですね。はい。その時はまだブロックの 12% よりはまだ低かったということですね。そうですね。はい。こちらはNL チャートにおけます、CIS 太陽電池の変換効率の推移になっております。今紹介したバイレイヤー法、1980年代に登場して、
でこの緑の枠で囲ってあるところが CIS 対応電池の正面積セルの変換効率の推移なんですが、途中で3箇所ほどですねぐぐっと効率が上がっている年代がございます。そしてその第1回目のぐぐっと上がったのがこのバイレイヤー法になります。でこの後このバイレイヤー法をさらに改良した NLL が発表した3段階法という手法が1994年頃に登場します。この時もぐぐっと変換効率が向上しているというのが分かります。最近ですと2013年に KFPTT と書いてありますが、これはKF というのはフッ化カリウム、これをCIS 薄膜を成膜した後に照射して供給するポストデポジショントリートメントと呼ばれますけども、こういった比較的重いアルカリ金属元素を CIS 薄膜形成後にアルカリを供給するという手法によってぐぐぐっと上がると、このように CIS 対電池におきましては変換効率が急激に向上するというようなブレイクスルーが3回ほどありましたし、これからも同様にさらに変換効率が上がるようなブレイクスルー、そういったものがあると期待されます。それを目指して研究しているということですね。そうですね。第2話のポイントの2番目には、具体的な CIS の作り方、1番目でも触れましたけども、より具体的な最近の成膜手法について、簡単に紹介したいと思います。ボーイング法、バイレイヤー法、静寂成膜法の一種を簡単に紹介させていただきましたが、その進化版として NLL が開発した3段階法が1994年頃に登場いたします。こちらはその3段階法の論文と関係する特許になります。ちなみにこの3段階法の特許発明者のところにお名前がありますロメル・ヌーフィーさんというのはこんな方で、ちなみにその隣に座っているのは約10年ほど前の私になります。10年前に NLL で研究されてた時の写真なんですね。そうですね、約10年ほど前のロメル・ヌーフィー氏はこんな感じでございました。でこの3段階法というのは登場したのは1994年、結構もう25年ぐらい前なんですが、実はいまだに大学ですとか世界の研究機関などでは使われている方法です。ここに簡単に3段階法の紹介をいたします。これ静寂成膜法の一種ですので、蒸発原料というのは下から供給、上にある基板に供給されます。で第1段階では3族元素のインジウムもしくはガリウム、それとセレンのみを供給してインジウムガリウムセレンを作ります。第2段階では3族元素の供給はなくてですね、銅とそれからセレンのみを供給いたします。で銅の組成が過剰になりますと、銅とセレンの化合物が析出します。でこれがフラックスの役割をしましてですね、これ CIS 薄膜は多結晶なんですけども、その結晶量が増大大きくなるという効果がここで得られます。ですが銅とセレンの化合物は導電性が高いために、これが残存していますとショートしてしまってですね、良い太陽電池ができないということで、第3段階目に再びインジウムガリウムそれからセレンだけを照射することによって、やや銅が欠乏したような組成にします。こういう作り方をすることによって高い変換効率を発揮する CIS 太陽電池の薄膜が作成できるということになります。これなかなか複雑なプロセスですね。いやこれ本当に考えた人はすごいなと思います。ただこういう組成比の制御をすることによってすごく綺麗な結晶ができるということなんですよね。そうですね、結構 CIS は多結晶薄膜材料、それからなる太陽電池ということで、やっぱ単結晶とかをやられてきた方、研究されてきたからするとちょっと雑な材料というようなイメージがあるんですが、やっぱり驚くべきことはそういった雑な感じの材料でもデバイスとしてはかなり高い性能が得られるというところで、低コスト化にもつながりますし、やっぱり材料自体の持っているポテンシャルというものが非常に高いんだなというのが分かります。なるほど。CIS 薄膜のもう一つの主要な成膜法といたしまして、セレン化硫化法というものがございます。これは今説明してきた静寂法とは全く異なる手法でして、当初は大面積、製品モジュールを作るには向いているけども、あまり性能が出ない方法として、認識されていました。
ですが現在では世界最高効率、小面積セルでもモジュールでもですけども、もうそういった高い変換効率がもう得られる手法として広く知られている手法です。日本国内企業でありますソーラーフロンティア社はこの製法で CIS 対応電池を現在製法しております。こちらはですね、セレンが入っていない金属、銅、インジウム、ガリウムの金属プリカーサーを最初に形成しておいて、その金属をセレン化、硫化することによって CIS 系薄膜を得ると、そういう手法になっています。こちらに示しているのはもうメーカー別の CIS 薄膜の製造方法の例になります。すでに事業を停止した企業なんかも含みますけども、この表を見て分かりますように実にさまざまな方法によって CIS 薄膜というものが作成できるということが分かるかと思います。で特に今主流なのは先ほど紹介したこのセレン化硫化法、それから蒸着法の2大製法に大別されるわけなんですけども、それ以外の製法も提案これまでにされてきておりますし、それから日本だけでなくてヨーロッパやアメリカ、そういった世界各地にですね CIS メーカーといったものがあるということがわかるかと思います。なるほど。世界中で研究されてて、世界中で生産が検討されていると、そういうことなんですね。なるほど。はい。これまで紹介してきたのはこの CIS 光吸収層の作成方法なんですけども、この上の左から4番目のところがその CIS 光吸収層を作成するプロセスなんですけども、ガラス基板からそれから右下の最終的な太陽電池の製品に至るまでにはさまざまなプロセスがありますので、全てのプロセスが重要と言えるかと思います。で特にその CIS 光吸収層はP 型半導体ですので、N 型半導体、バッファー層とも呼ばれますが、そういったカウンターパートナー的な薄膜を光吸収層表面に形成するプロセスですとか、その後の表面の透明導電膜を形成するプロセス、それから先ほど申しましたように1枚のガラス基板上に複数のセルを集積化させますので、そういった集積化プロセス、これパターニングと言いますが、そういったプロセスも重要になってきます。なるほど。はい。3番目に CIS 太陽電池の集積型モジュールを形成する上で重要な集積構造の作り方について簡単にご説明したいと思います。見ての通りですね、従来の結晶シリコンと比べますと外見がCIS 太陽電池の方が違うということが分かります。結晶シリコンでは複数のウェハーをバスバーでつなげる、もしくはバックコンタクト型ですとこの表面のバスバー電極というのは見えないですけれども、それでも複数のウェハーが並んでいるというのが分かります。一方の CIS ではこのようにちょっと離れてみますとですね、全くこの黒い板にしか見えません。はい、これは1枚のガラス基板の上に集積構造によってモジュールが形成されているということによります。そうですね、集積構造を作る際にはですね、3つのスクライビング、パターニングというものが使われております。で、最初のパターニング、これは P1、それから最後のパターニング P3 と呼ばれますけども、P1 では裏面電極である金属のモリブデンを分割するためにこれレーザーを使います。P1 処理をした基板表面に CIS 光吸収層を形成しまして、その後にP2 それから P3、これはメカニカルスクライビングといってレーザーではなくて今はカッターの刃で切るのが主流なんですが、そういったプロセスが必要になってきます。これ全てをレーザーでやるとかそういった技術検討も今なされておりますけども、今のところ P1 はレーザー、P2 と P3の工程はカッターの刃、メカニカルスクライビングと言いますけれども、そういった手法でなされているのが現在の主流な手法です。なるほど。これは電極を縫って切ってで発電素を縫ってまた切ってで透明電極を縫って切ってというふうにすることによって勝手に集積化された全部が一つのストライプと隣のストライプが直列でつながったみたいなのが縫って切ってするだけでできるということなんですね。その通りです。1枚のガラス基板上にこの細長い太陽電池を全てこの直列につなげる、そういった集積構造を作る際に必要なプロセスとなります。なるほど。はい。
こちらはその断面になりますね。実際その P1 から P3 までのこの断面構造はこんな感じになっておりまして、P1 はレーザーパルスレーザーなので丸いパルスので形成された線であることが分かります。団子ですかね。そんな感じです。団子がバーって並んでるみたいな感じで、そうなんですよ。並ぶっていうか全部削りまくってるって感じなんですね。はい、これはパルスレーザーでスクライビングするとこういった形状になりまして、P2 と P3 はカッターで切るプロセスになりますので、線丸い団子形状のものはないということが分かります。これかなり狭いですよね。はい、そうですね。この P1 から P3 の幅、これ本当に数十ミクロンという、これがあまり間隔が空きすぎちゃうとですね、デッドエリアと言いまして、その間は太陽電池としては発電できない層を形成してしまうことになりますので、この間隔を狭めていくというのも一つの重要なポイントになっています。なるほど。これをきっちりやろうとするとかなりの精度の位置決めが必要で、それがないとこう1枚のモジュールから取れるセルの数が減るっていう、そんな感じなんですかね。そうですね。なるほど。はい、第2話のまとめになります。一番初めに、CIS 太陽電池の歴史について紹介いたしました。最初の CIS 太陽電池は1974年登場です。2番目に CIS 光吸収層の作り方について紹介させていただきました。現在はセレン化硫化法、それから蒸着法の2つがですね、2大主要な CIS 光吸収層の狭く方法として使われています。3番目に CIS 太陽電池のパネルを作る際に重要なその集積構造の作り方について、3回のパターニング工程といったものが必要であるという紹介をさせていただきました。なるほど。はい、以上がシーズン7の第2話 CIS 太陽電池の作成法でした。今回は CIS 太陽電池の魅力と展開についてお話しいただきます。はい、第3話のポイント、ここではですね CIS 太陽電池の応用とそれから展開についてざっくばらんな紹介になります。一番初めに、影に強いの意味を紹介させていただきまして、2番目以降については応用展開についていくつかの例を紹介させていただきたいと思います。まず一番初めに影に強いの意味なんですけれども、こちらは第1話でも紹介させていただきましたが、 CIS 太陽電池は従来の結晶シリコン型と比べまして部分的な影の影響が少なくて済むということで、このようにですね部分的に葉っぱなどで覆われてもですね太陽電池として動作するという特徴があります。さらに言うのであればですね、結晶シリコン系ではこの1つのセルが覆われるとですね、このように電気の流れが止まってしまうんですけども、 CIS 太陽電池ではこの細長い線が一つのセルになっております。このセル一つが丸ごと完全に覆われた場合においてもちゃんと太陽電池として機能するという特徴があります。そうなんですね。はい、違うんですね。シリコンやったら、丸ごと覆われたら発電がすごく下がると思うんですけど、 CIS の場合も同じかと思ったんですけど、ちょっと違うんですか？そうなんです。実際にこれはその画像を撮影したものなんですけども、ちょっと見てみましょうか。こちらはですね、私の机の上で、蛍光灯の光で CIGS 太陽電池ミニモジュールで発電している緑色の LED、 これがこのように完全に覆ってもこのように点灯していると、もう一回あります。このようにセルいくつかですね完全に覆ってしまってもこのように太陽電池として機能しているということが分かります。これはなぜなんですか？これはですね複雑なんですけども、はい、これはですねCIS 太陽電池がちゃんとした結晶シリコンのようにですね、綺麗な半導体、いい意味でですね、綺麗な材料ではないというところで、ある程度、漏れ電流が発生してくれるという多結晶化合物薄膜デバイス特有の特徴、半導体工学的には良い性能ではないという部分が実際の実用デバイスとしてはいい製品性能につながっているというような例になります。なるほど。普通であれば影がかかった部分の両端には電圧がかかってしまうので逆方向の電圧がかかるんですけど、結晶シリコンの場合はその場合漏れ電流が極端に小さいのでそこで電流が流れなくなってしまうと。ただ
このCISの場合だったら逆電圧に対する、対圧っていうんですかね、それが低くて、漏れ電流がいっぱい流れるから普通に発電することができると。そうですね、そういう意味なんですね。そうですね。うまいことできてますね。うまいことできてますね。なるほど。はいはい、続いては建物用の太陽電池としての CIS の応用展開を見てみたいと思います。CIS 太陽電池を一般家庭の屋根に載せた時の、イメージとなりますけれども、従来の結晶シリコン系と、同様の用途でも、もちろん使えるという、これは当たり前なんですけども、そういった一例を示しています。実際 CIS 太陽電池はもうすでに身の回りに入ってるんですけども、なかなかその従来の結晶シリコンと差別化するような用途で使われていない場合、導入されている場合にはなかなか区別がつかないんですけれども、例としてはですね、実はこの阪神甲子園球場の内壁の屋根の部分、これ全部 CIS 太陽電池なんですね。このようにすでに私たちの暮らしの生活の中の身近なところに従来の結晶シリコン太陽電池と同様にすでに設置されて使われているということがわかるかと思います。なるほど。はい、また CIS 太陽電池は薄膜型の太陽電池ですので、このように軽量フレキシブルな太陽電池としての形態として活用することもできます。こちらドイツの研究所の試作品の展示品の例なんですけども、このようにですね、円柱なんかにも巻くことができて、曲面追従型太陽電池として使えるということが分かります。なるほど。これはかなりスタイリッシュなっていうか、かっこいいのが作れますね。そうですね。かなり設置できる場所といったものが従来の結晶シリコン太陽電池と比較してさまざまな場所に設置することができると言えるかと思います。なるほど。高異常性の太陽電池に向いていると。はい、なるほど。続きまして車載用の太陽電池として CIS を見てみたいと思います。こちらはですね、トヨタ自動車の増田さんの論文からの引用なんですけれども、自動車のドライバーユーザーの 70% が1日あたり 30km 以下の距離しか移動しないということを示すデータとなっております。つまり1日の移動距離分の電力ですね、それが稼げれば十分その太陽電池を車に乗せる意味があるということを示しているかと思います。で、実際にこの800ワットの出力の太陽電池ではですね、平均1日あたり 1.8 キロワット時の電力を生み出せて、それは自動車の走行距離に換算しますと31キロメーターになるという計算があります。トヨタ自動車の増田さんが検証した例なんですけれども、これ840ワットの太陽電池を実際に車に乗せたり貼り付けたりしてですね、どのくらいの電力が生み出せたかと言いますと、1日 2.1 キロワット時ということで、これは日の走行距離36キロメーターに相当する、これだけの電力をこのように車に搭載した太陽電池でそれだけの電力を生み出すことができるということを検証実験した例となっています。なるほど。じゃあもう今の段階でも、うまいこと貼り付ければ、近くに通勤するぐらいであれば、十分太陽電池で発電した電力で車を動かすことができるっていう、そういうことなんですね。そういうことになりますね。なるほど。このように従来の単接合型の太陽電池ですと、車の屋根とかボンネット、それから横のドアなどに貼り付けることによってそれだけの電力を賄うことができるんですけども、現在多接合型、それからタンデム型などの新しい形態のより性能の高い、変換効率の高い太陽電池ですと、屋根とボンネットだけとかより狭い面積に設置するだけで必要な電力を賄えるような、そういった高性能な太陽電池が提案されておりますけども、そういった多接合型太陽電池の構成セルの一つとして CIS が使えるという、単接合でも多接合でも、どちらでも CIS 系太陽電池というものは使うことができるということで期待されています。なるほど。こういった時にも CIS 太陽電池の曲がるとか軽いっていうのが生きてくるということなんですね。そうですね。なるほど。はい、最後に宇宙用太陽電池としての CIS の特性を見てみたいと思います。宇宙用太陽電池としてはですね、現在主に3号族系の太陽電池が使われております。で、もちろんこういった用途ですと、性能重視となっておりますので、コストよりもこういった性能というところには3号族の高性能の太陽電池を用いることができるんですけども、実はCIS 系太陽電池も対放射線性に強いとかですね、そういった特徴がありますので、宇宙用太陽電池にかなり向いた材料、デバイスということで知られています。
宇宙用の太陽電池として求められるのはやはり地上用途とはですね、かなり違ったスペックが要求されます。やはり1回打ち上げますとですね、簡単にその修理とか交換とかができないものですので、宇宙用部品としてかなり高い信頼性が求められます。また当然宇宙船に耐えうる耐久性が求められますし、温度熱サイクルですね、影になったところ、それから日が当たるところで急激にこの温度変化といったものが生じますので、それに耐えられるかと。それからやはり打ち上げるときに軽量であれば当然望ましいということになりますので、ここに挙げたような特性が求められます。こちらは実際に CIS 系太陽電池と単結晶シリコンの太陽電池をですね、宇宙に打ち上げてですね、400日間運用した時のその性能の変化の違いを比較したものです。こちらはJAXA の今泉さんの論文からの引用なんですが、単結晶シリコンでは後半400日近づくにつれ急激に劣化しているのが分かる、性能が劣化しているというのが分かりますけれども、 CIGS 太陽電池ではほとんど変化が見られない、少ないということが分かります。このように CIS 太陽電池というのは、宇宙空間におきましても、かなり適した太陽電池モジュールになり得るということが分かります。単結晶シリコンだとやっぱり綺麗な本当に半導体なんですけど、欠陥に弱いという部分があるのに対して、CIS はもともと多結晶で、欠陥に強いというと誤解を招くかもしれませんけれども、結構その結晶欠陥をうまく利用して高い性能を発揮しているという太陽電池という特徴が出ているデータだと思います。なるほど。じゃあ地上だけでなくて宇宙でもうまく使える可能性が高いと。そうですね。そういうことですね。はい、なるほど。はい。第3話をまとめたいと思います。まず、CIS 太陽電池は影に強いという特徴があります。そして、従来の結晶系シリコン太陽電池と同様に、建物用にも使えますし、また、軽量でフレキシブルという特徴を生かして、車載用、そういった多様な用途に使えるということが分かります。さらに対放射線性とか、耐久性に優れるということで、宇宙用 PV としても期待されているということがあります。はい、以上が最終話の第3話 CIS 太陽電池の魅力と展開でした。最後にこの CIS 太陽電池、今回お話を伺って非常に魅力的な太陽電池だと思うんですけども、その今太陽電池の王様が結晶シリコンだとして、それに対して CIS はどんな立ち位置というか、今後どういった展開が期待できると、そういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。はい、従来の結晶シリコン太陽電池はやはり太陽電池の王様といって、差し支えないと思います。ただ、CIS 系の太陽電池というものは従来の結晶シリコン太陽電池では導入できなかったような、対荷重制限のある場所ですとか、それから極面追従性、そういった、住み分けといいますか、用途が違うところで、活躍できると。また耐久性も優れておりますので、そういった、宇宙空間という、ちょっと先の話に、民生用としては先の話になるかもしれませんが、そういった新しい用途展開、といったものも期待できるという特徴が挙げられるのではないかと思います。はい、以上が CIS 太陽電池の凄さということなんですかね。はい、はい、以上が全3話でした。このシーズン7を見ていただいて CIS 太陽電池の魅力というのが分かっていただけたのではないかなと思います。次のシーズン8では太陽電池と AI についてお話ししたいと思いますので、ぜひご覧ください。それでは石塚先生、ありがとうございました。ありがとうございました。